どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕がちょうど1年前から使い続けていて、今も加湿器を買うんだったらもうこれ一択だなと思っている、このね、象印の加湿器を1年使った感想とともにレビューしたいと思います。これ一択と言いましたが、特にこまめなお手入れが苦手な方であったり、衛生面を気にする方にはね、ほんとこれ一択だと思います。先に言ってしまいますが、これ以上にいいものをご存知の方いたらコメントで教えてください。それぐらいに激推ししているこちらのスチーム式の加湿器なんですけども、僕が使っているのが象印のスチーム加湿器 EEDC50 という4リットルのタイプのものです。 DC35 という3リットルタイプもありますが、うちは12畳の部屋で使うので13畳向けとなっていたこちらの DC50 を選びました。どちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、この動画を見て気になった方はね、詳しくは商品ページからチェックしてみてください。で、こちらまずサイズですが、幅24センチ、奥行き 27.5 センチ、高さ 36.5 センチで、加湿器にしては割とね、コンパクトです。色もグレーで、ボタンも目立ちすぎず、インテリアにとても馴染むデザインになっています。で、使い勝手も非常に良くて、給水も蓋を開けて、この上の部分から水を直接注げるので、ここもね、ネジ式のものだったり、キャップみたいな形のものだったりすると、水がこぼれやすいですし、タンクに水を汲むタイプだとやっぱりね、面倒だし、ポットのように開けられるというのはね、非常に使いやすいです。このデザインや使いやすさももちろん気に入ってるんですけど、とにかく加湿器としての性能がね、すごすぎるんですよ、これ。で、2022年2月の買ってよかったものでもこちら紹介していたんですけど、そこから1年使ってみて分かってきたこの加湿器の完成度の高さであったりとか、あと使う人にとってはもしかしたら気になるかもしれない部分っていうのもね、ちょっと見えてきたので、そのあたり本音レビューをしたいと思います。これを買って1年で、これを買う以前もそうですけども、いろんな加湿器をね、僕買って試してきたりもしたんですが、本当ね、これは現時点でダントツの一番だと思います。ではその理由を紹介していきます。で、この加湿器の紹介の前に予備知識としてお伝えしたいのが、まず加湿器は4つのタイプがあるということですね。超音波式、気化式、ハイブリッド式、スチーム式。この中でこれもそうですが、スチーム式の加湿器はとにかく加湿力が高くて、体に優しくて安全でお手入れも簡単です。逆に言ってしまうと、スチーム式以外の3タイプは加湿力が弱くて、体にも優しくなくて、手入れも面倒なので、最初から加湿器選びの選考外にしてしまってもいいかもしれません。僕が今から加湿器を買うとしても、スチーム式一択です。で、この加湿器の4タイプ、それぞれ特徴も説明しておきますと、まず超音波式。これはタンク内の水に超音波で振動を与えてミストを発生させる仕組みになってます。静音設計のものが多くて、あまり電気代もかからないというのも特徴です。ただ、加湿力は極めて控えめ。部屋全体を加湿するとなると不向きです。フィルターを使うタイプなので、こまめに手入れをしないと周辺に水がついてカビが発生したり、水垢が発生したり、雑菌がね、湧きやすかったりするので、手入れをちょっとでも怠ったら体に悪いです。なので、例えばオフィスとかでデスクにコンパクトな超音波式の加湿器を置いている同僚とかがいて、もしその人がまめに手入れをしていないようだったらもうクレームを入れていいレベルだと思います。それぐらい体にも優しくない、ある意味ね、危険度も伴う超音波式なので気をつけてください。で、続いて気化式。本体内部のフィルターに染み込ませた水に風を当てて蒸発させて送り出す仕組みをとってます。ヒーターを使わないので電気代はかなり低くね、抑えられます。ただ加湿力もこちらもね、控えめです。部屋全体を加湿するというのにはちょっと不向きですね。またこちらもフィルターを使うため、こまめに手入れをしないと部屋中がカビとかね、雑菌だらけになり体を壊します。もし自分のそばで気化式の加湿器をまめな手入れもせずに使い続けている人がいたら、タバコの副流煙ぐらいにね、クレームを入れていいレベルです。これもね、気をつけましょう。3つ目はハイブリッド式。主に温風気化式と加熱超音波式というこの2つのタイプに分かれます。温風気化式はフィルターに染み込ませた水に温風を当ててミストを送り出す仕組み。加熱超音波式は温めた水に超音波を当ててミストを発生させる仕組みです。加湿効率は悪くはないですが、どちらもこれもね、フィルターを使ったタイプなので、水を沸騰させたりしないタイプなので、こちらも手入れをしないと雑菌が湧くリスクは拭えません。またね、そこそこ電気代もかかります。そしてこのスチーム式。タンク内の水を沸騰させて蒸気を発生させます。湯沸かしポットの蓋を開けた感じに近いですね。沸騰させて蒸気を送り出すので、加湿力が非常に高くて、限りなく衛生的ですし、他の3タイプと異なるのが、こちらはね、フィルターは使わないんですよね。フィルターがないので雑菌を撒き散らしたり、カビが発生するリスクが皆無です。お手入れも1、2ヶ月に1回ぐらいでいいので非常に楽です。
ただお湯を沸かす時の音が少し気になるであるとか、電気代がかかるとか、熱い蒸気を発生させるので手をかざしてしまったりすると危ないので、安全性の点ではちょっとね注意が必要です。はい、4タイプの特徴はこんな感じです。なので加湿力、衛生面、お手入れの楽さといった点ではスチーム式がベストだと思います。はい、それでこの象印の加湿器のいいところなんですが、これもねもちろんスチーム式なんですけど、まず加湿力ですね。これ過去に試したスチーム式の加湿器に比べても圧倒的に加湿力が高くて、すぐにね部屋が潤います。今もここにね温湿度計がありますが、こんな感じで湿度は 69%、 ちょっと高すぎるぐらいですね。それで室温は 21.4 度です。ちなみに外の気温は今11度とかで、天気は曇りなので、この状態で他にもね加湿器とかエアコン一切つけずに、この加湿器だけでこの湿度、温度を保ってくれています。かなり加湿力が高いのと、あと室温を上げる効果があるというのもねこれで分かりますよね。でこの象印の加湿器について説明していきますが、モードは自動モードが控えめ、標準、しっかりの3モードありまして、説明書を見ると控えめ設定で湿度 40%、 標準で 50%、 しっかりで 60% まで湿度を上げてくれるという風になってました。でその下の連続というのは、部屋の湿度がどうであれ指定した強度で加湿を続けてくれます。ちなみに上に低温、適温、高温とありますが、これは今の部屋の湿度を表しています。でこの前実際に加湿力がどんなもんかねテストしてみました。まずこの部屋が12畳ありますが、部屋が乾燥した状態から標準モードで加湿をね始めてみました。先ほどのスイッチボットの温湿度計、これねアプリの方で温湿度のグラフを見ることができるんですけども、開始した20時半の時点で部屋の温度は 17.5 度、湿度は 32% となっていました。 32% なのでね結構低めですね。でこの状態から標準モードで加湿をしました。まず水を入れて加湿を始めてみますと、このグラフを見ていただきたいんですが、20時半から始めて27分後には部屋の湿度がもう 40% 超えてました。で部屋の湿度は 40% から 60% ぐらいがいいとされていますので、 40% までこのスピードで加湿してくれるというのはかなり加湿力が高いと言えると思います。あと室温も18度なので 0.5 度上がりましたね。加湿するとこんな感じで室温も上がってきます。さらに加湿を続けると1時間5分経過して湿度が 49% まで来ました。でこれ加湿を始める前に一度庫内で水を沸騰させて、沸騰してからやっと加湿が始まる仕組みなので、最初から水ではなくてお湯を注いでしまえば加湿時間はねもっと早くなります。ただね水を入れて加湿を始めるケースが多いと思うので、今回はあえて水から加湿してみましたが、それでもねこんなに早く湿度を上げることができます。あと部屋の温度ですが、この時の室温は 18.5 度ですね。この部屋は大きな窓が南側とこの西側、ほとんどのね壁一面に窓という感じになってるので、最高性は非常にいいんですけど、冬とかはねどうしても窓から冷気が伝わってきてしまって部屋が冷えちゃうんですけども、それにも負けず1時間で1度室温を上げることができました。もっとこれねブラインドとかカーテンとかしっかり閉めたら、もっとね室温を上げることができたんじゃないかなと思います。で室温は冬だったら18度から22度ぐらいが快適とか言われますので、そういった点でもねちょうどいいですよね。うちも普段はこのようにね控えめで運転していますが、これだけでも寒さを感じずに冬をね過ごせています。加湿器だけでもここまでね室温が上がるので、エアコンとかヒーターの出番もね少なくなっちゃいましたね。今年は特に今季ねほんとエアコンは一度も入れていません。後ほど説明しますが、スチーム式は電気代が気になるという声もよく聞かれますが、確かにね電気代は他の3タイプに比べてかかるというのはね正直あります。ただエアコンとかヒーターを使わないでも部屋が少しでも暖かくなって案外ね経済的だったりするので、この辺りも含めて検討されるといいんじゃないでしょうか。で続いて衛生面。スチーム式はタンク内の水を沸騰させるので極めて衛生的です。あとこれフィルター付きの超音波式の加湿器を使っていた時に実際に起こったことなんですが、超音波式加湿器を2日くらいですけども手入れをし忘れてしまって、そのまま使っていたら空気清浄機の汚れセンサーのランプが一気にオレンジとか赤ランプに点灯しちゃったんですよね。でこれって空気が汚れているサインなので、タンク内を見てみたらタンクの底にちょっとね赤カビみたいなのがついてしまっていて、あともしかしたら水も汚れていたのかもしれないんですが、空気清浄機がそんなに明らかにね空気が今汚れてるって反応しちゃったんですよね。そんなにはっきりと汚れたミストを噴霧してしまっているというのが分かってしまったので、これはやばいなと思って
て、こまめに手入れができる方はいいと思うんですけど、僕はね、結構こういう手入れとかがね、あんまり得意じゃないというかね、忘れがちなんですよね。なので、また同じようなことを起こしちゃいけないか不安だったので、僕はね、もうスチーム式以外のね、加湿器はうちでは使えません。なので、僕の中では本当ね、そういった点でもスチーム式一択になってます。で、そのお手入れに関してですが、この加湿器はね、お手入れもめちゃめちゃ簡単で、湯沸かしポットとかと同じで、1、2ヶ月に1回クエン酸洗浄すればいいので、ズボラさんでもね、安心です。構造もシンプルで、蓋と蒸気カバーも取り外して洗えるしね、お手入れは非常に簡単です。こういったところもね、嬉しい設計なんですよね。あと動作音ですが、これはね、気になる方には気になるんじゃないかなと思います。お湯を沸騰させるので、湯沸かしポットみたいにゴボゴボっとね、こう沸かしてる音が聞こえます。標準モードでこれぐらいの音です。で、この最初に沸騰させるまでの音が一番大きくなるんですが、湯沸かし音セーブモードというのがあって、沸騰までの時間はね、少し10分ぐらいですかね、かかるんですけども、少しね、音を静かにすることもできます。うるさいと言ってもね、このお湯がコポコポと沸く音だけなので、それ以外のね、モーター音とかそういうのは一切するわけではないので、お湯が沸く音なんで、個人的には全然耳障りではなくて、むしろね、自然のノイズっていう感じで、寝る時もね、全然気にならずに寝られちゃっています。ここはね、気になる人は気になると思うんで、先ほどの音を聞いてね、検討してみてください。続いて電気代についてですが、こちらはね、正直かかります。だいたい月で1000円から2000円ぐらいはね、かかってしまいます。超音波式や気化式だと月200円ぐらいで、ハイブリッドだと月700円ぐらいとか言われているので、それに比べるとね、確かに高めです。スチーム式加湿器全体に言えることですが、お湯を沸かすわけなので、どうしてもね、電力は使うので仕方ないといえば仕方ないんですよね。ただ、先ほども言いましたが、これで室温も上がるので、エアコンとかヒーターの稼働が控えられるとなると、検討の余地はね、十分あるんじゃないかなと思います。あと他の3タイプは手入れを怠ると著しく衛生面が悪くなるので、それで例えば体を壊してしまったりしたら病院代がかかってしまったりとか、薬が必要になってしまったりとか、それを考えても清潔な湿度と室温を得るにはスチーム式がね、いいんじゃないかなと思います。汚れが噴霧されてるとですよね、見えない敵が一番怖いですよね。そういったわけで安全に快適に部屋を加湿していくにはスチーム式がいいと思うんですよね。ただ電気代2000円かかるんで、ここはね、皆さんの意見ぜひね、聞きたいですね。電気代やっぱり気になりますよね。皆さんこのあたりどう考えるかぜひね、意見いただけたら嬉しいです。コメントください。あと安全性については、電源コードはマグネット式になっているので、足を引っ掛けてしまっても簡単に外れるので、このあたりはね、安心です。また、チャイルドロックもついているので、お子さんがいるご家庭でもね、安心して使えると思います。ただ、先ほども言った通り、上からこう蒸気がバーッと出るので、ここにね、手をかざしてしまったりすると危ないので、それだけはね、自分でも注意しなきゃいけないですし、お子さんとかいるご家庭の方は特に注意してください。また、その他の機能としましては、メニューの運転ランプの明るさを変えることができるボタンであるとか、タイマーもね、もちろんついています。様々な機能が網羅されているけど、このあたりもね、ボタンフラットにデザインされているので、いい意味で家電らしくないところもね、いいですよね。はい、こんな感じです。ほんとね、これは今の時点では一番いい加湿器だと思うんですよね。もしこれよりおすすめの加湿器があれば、ぜひコメントで教えてください。はい、そんなわけで今日は象印のスチーム加湿器 EEDC50 を紹介させていただきました。このチャンネルではこういった暮らしに役立つ家電なんかもレビューしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が参考になった、良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。